理解説。1989年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1989年ってどんな映画が公開されたか知ってる？お、いい質問だな。1989年は映画の名作がたくさん公開された年なんだ。特にアクション映画やドラマが注目されて、今でも語り継がれている作品が多いぜ。どんな映画があったの？例えば、ダイハードだな。あれはアクション映画の金字塔として、未だに影響を与えてるし、インディ・ジョーンズシリーズの最新作もあったんだ。そうなんだ。やっぱりあの年も映画がすごかったんだね。でも、どうして1989年ってそんなに映画が盛り上がったの？それはいろんなジャンルで新しい挑戦がされたからだよ。例えば、名作アニメ、魔女の宅急便が公開されたり、深いテーマを扱った映画、告発の行方もあったんだ。なるほど。いろんなジャンルで映画が発展した年だったんだね。それで今回は、1989年に公開された映画をベスト10形式で紹介していくんだね。その通りだぜ。1989年の映画を10位から1位まで、どんな名作があったのか一緒に見ていこうな。第10位、告発の行方。第10位は、告発の行方だね。1989年に公開されたこの映画、すごくシリアスなテーマを扱ってるんでしょ？そうだぜ。告発の行方は、ジョディ・フォスターが主演したサスペンスドラマで、レイプ被害に遭ったサラが、その加害者を告発しようとする話なんだ。特に、社会の偏見や裁判の現実に焦点を当てているから、見る人によってはかなり重いテーマだよ。レイプというテーマが中心なんだ。サラを演じるジョディ・フォスターはどうだったの？ジョディ・フォスターの演技は本当に圧巻だぜ。サラは最初、どこか自分に対しても疑念を抱いているような複雑なキャラクターなんだけど、その痛みや苦しみがすごくリアルに伝わってきた。彼女の演技がなければ、この映画はここまで強いメッセージを届けられなかったと思う。なるほど。演技が物語の深みを作ってるんだね。でも、この映画ってどうしてサラが告発しようと決心したの？それは、彼女が加害者に対して証言する決意を固めたからだな。最初は恐怖と不安でいっぱいだったけど、最終的にはその恐怖に立ち向かう勇気を出すんだ。その過程が、この映画のテーマである声を上げる勇気を象徴しているんだよ。確かに、それは勇気のいることだよね。でも、サラを支える検事キャサリンとの関係も重要なんでしょ？その通りだぜ。キャサリンも最初はサラを完全には理解できなかったけど、サラとの交流を通じて、少しずつ変わっていくんだ。この二人の関係が、映画をさらに深く、感動的にしているんだよ。なるほど。重いテーマながらも、人間ドラマがすごくしっかり描かれてるんだね。そうだな。告発の行方は、ただのサスペンス映画じゃなくて、社会的メッセージも込められてるんだ。誰もが避けて通れないテーマを、リアルに、そして感情的に描いている映画だよ。第9位、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦。第9位は、インディ・ジョーンズ最後の聖戦だね。アクション映画の金字塔、インディ・ジョーンズシリーズの3作目だよね。その通り、インディ・ジョーンズ最後の聖戦は、考古学者インディアナ・ジョーンズが父親と共に聖杯を探す冒険を描いた作品だぜ。今回の冒険では、父親との関係も大きなテーマになっているんだ。インディアナ・ジョーンズといえば、ハリソン・フォードが主演だけど、今回は父親役にショーン・コネリーも登場するんだよね。そうなんだ。ショーン・コネリーが演じるインディの父、ヘンリー・ジョーンズ博士との親子の確執が、物語に深みを与えているんだ。インディと父は、お互いの信念や価値観が異なっていて、冒険の途中でお互いを理解していくんだよ。親子の絆が描かれているんだね。冒険自体はどうだったの？もちろん、冒険シーンも盛りだくさんだぜ。ナチスの手から聖杯を奪い合う戦いが繰り広げられ、インディがこれまで以上に危険な目に遭うんだ。スリル満点のアクションがたくさん詰まっているし、特に聖杯をめぐる謎解きが楽しい。聖杯を探す冒険って、すごくワクワクしそうだね。でも、インディと父親の関係が冒険とどう絡んでくるの？インディとヘンリーの関係が、冒険そのものとリンクしているんだ。冒険を通じて、
父親がどんな人物だったのか、そしてインディがどう成長していくのかが描かれているんだよ。物語の中で、お互いに許し合うシーンがすごく感動的なんだ。なるほど。アクションと親子のドラマがうまく絡み合っているんだね。その通り、インディ・ジョーンズ最後の聖戦は、冒険映画としても素晴らしいけど、親子の絆を描いた深い物語がその魅力をさらに引き立てているんだ。アクションとドラマのバランスが絶妙だぜ。第8位、バットマン。第8位は、バットマンだね。1989年公開のティム・バートン監督の作品。あれは本当に衝撃的だったよね。その通りだぜ。バットマンは、ヒーロー映画の中でも特にダークな雰囲気を持っている作品だな。ジョーカーを演じたジャック・ニコルソンの演技が本当に圧巻だったし、ティム・バートン監督の独特な世界観がすごく引き立ってるんだ。ジョーカーのキャラクターって、なんか恐ろしいけどどこか魅力的だったよね。まさに狂気って感じの演技だったし。ああ、ジョーカーは本当に怖かったぜ。ニコルソンの演技は、単なる悪役じゃなくて、まさにサイコパスの恐怖を感じさせるんだよね。でも、それがまた面白さにも繋がっているんだ。バットマンとの対立が、ただのヒーロー対悪役という構図ではなく、心の闇や人間の複雑さを描いているんだ。確かに、バットマン自体も普通のヒーローとは違って暗い過去を持っているし、その内面が物語に深みを与えてるよね。そうなんだよ。ブルース・ウェインとしてのバットマンは、昼間は成功した実業家だけど、夜はゴッサムシティの闇に挑む守護者。彼の心の葛藤や、過去のトラウマがストーリーを引き立てているんだ。ゴッサムシティの雰囲気も独特だったよね。街全体が暗くて、悪の匂いが漂っている感じがして、バットマンの存在がまさに必要とされているって感じがした。それがティム・バートン監督の魅力だよね。彼の描くゴッサムは、まるで別世界のような独特の美術と雰囲気があるんだ。あの街の空気感が、バットマンの世界観を際立たせているんだよ。確かに、あのダークな世界観が、バットマンというキャラクターを一層魅力的にしているんだね。その通り、バットマンは、ヒーロー映画としてだけじゃなく、映画としても非常に完成度が高かったんだ。ジョーカーとの戦いを通じて、バットマンの心の闇に迫るストーリーは、今でも多くの人々に影響を与えているんだよ。第7位、チャイニーズ、ゴースト、ストーリー。第7位は、チャイニーズゴーストストーリーだね。この映画って、ちょっと異色のホラー映画なんだよね。そうだぜ。チャイニーズゴーストストーリーは、1987年に公開された香港のホラー映画で、恋愛とホラーがうまく絡み合った独特な作品なんだ。中国の伝説を元にしたストーリーがすごく幻想的で、怖いだけじゃなくて切なさもあるんだよ。ホラー映画なのに恋愛要素が強いんだ。それって珍しいね。そうなんだ。物語の中心は、若い男が美しい女性に恋をするんだけど、その女性が実は幽霊で、しかも彼女を束縛する邪悪な力に立ち向かわなきゃいけないって話なんだ。それ、すごく不気味だけど、どこかロマンチックでもあるんだね。恐怖の中に恋愛が絡むって、なかなか珍しい組み合わせだね。まさにそれがこの映画の魅力なんだ。恋愛の切なさと、ホラーの恐ろしさが同時に味わえるから、観客を引き込む力がすごいんだよ。そして、映画の美術や映像が幻想的で、幽霊や妖怪たちの登場が、まるで夢の中にいるような気分を味わわせてくれる。確かに、映像美や幻想的な雰囲気も魅力的だね。でも、この映画の怖さってどんなものだったの？この映画の怖さは、単に物理的な恐怖だけじゃなくて、心の深いところに響くような恐怖があるんだ。幽霊との対決や、魂を取り戻すために主人公がどれだけ自分を犠牲にして戦うかが描かれていて、その過程がすごく切ないんだよ。それは怖いだけじゃなくて、感動的でもあるんだね。でも、どうしてこの映画は、チャイニーズゴーストストーリーとして評価されたの？それは、この映画が香港の伝説や文化をベースにしているからだな。中国の伝説に基づくストーリーだから、単なるホラー映画とは一線を画しているんだ。心の深層に潜む恐怖や、人間の本能的な部分を巧みに描いているんだよ。
なるほど。文化的な背景や深いテーマがあるからこそ、この映画は特別なんだね。その通り、チャイニーズゴーストストーリーは、ただのホラー映画に止まらない、心に残る深い映画だぜ。第6位、魔女の宅急便。第6位は、魔女の宅急便だね。ジブリの名作で、宮崎駿監督が手掛けた作品だよね。私も大好きな映画なんだけど、改めてその魅力を語ってくれる？もちろんだぜ。魔女の宅急便は、13歳の魔女キキが一人前の魔女になるために街に出るっていう物語なんだ。キキは、自分の魔法を使って街の人たちのために宅急便を運ぶ仕事を始めるんだけど、最初はうまくいかないんだよね。キキは最初、魔法を使うのがうまくいかなくなっちゃうんだよね。なんでだろう？それは、キキが自分に自信を持てなくなったからなんだ。自分の力に頼りすぎて、周りの人たちとの関わりを忘れてしまう。でも、周りの温かい人々と関わることで、少しずつ成長していくんだ。なるほど。周りの支えがあったからこそ、キキは成長していったんだね。でも、魔法を取り戻すのって簡単じゃなさそうだね。その通りだぜ。キキが魔法を取り戻すのは、自分を信じる気持ちが必要なんだ。街で出会った人たち、例えばパン屋のおばさんや、空飛ぶ猫のジジなどとの絆を深めながら、彼女は本当の自分を見つけるんだ。ジジもいいキャラだよね。キキとジジの絆も、物語を深めているよね。そうだな。ジジはキキの相棒として、時に厳しく、時に優しくキキを支えるんだよ。ジジの存在が、キキにとってどれほど大きな支えだったかがよくわかる。なるほど。キキが成長していく過程が描かれているから、ただのファンタジー映画じゃなくて、心に響くんだね。その通り、魔女の宅急便は、成長と自信を取り戻す過程がしっかり描かれていて、見るたびに違う感動をもらえる映画だよ。夢と現実、そして人とのつながりが大切だって教えてくれるんだ。本当に心温まる映画だよね。何度も見たくなる理由がわかる気がするよ。これは世代を問わずに愛され続ける映画だな。キキの成長が、どんなに辛くても前を向いて歩き出す勇気を与えてくれるんだ。第5位、ニューシネマパラダイス。第5位は、ニューシネマパラダイスだね。この映画、すごく感動的だって聞いたことがあるんだけど、どんなストーリーなの？ニューシネマパラダイスは、イタリア映画で、映画への愛と成長を描いた作品なんだ。物語は、シチリアの小さな町に住む少年トトが、映画館で働く映写技師アルフレードと出会い、映画の世界に魅了されていくって話だぜ。映画館が舞台になってるんだね。トトが映画に夢中になっていく過程が描かれているんだね。その通りだよ。トトは、映画館の映写技師アルフレードに憧れて、映画のフィルムを触ったり、映写機を操作したりして成長していくんだ。そして、映画館の中で数々の映画を見ながら、人生についても学んでいくんだよ。それってすごくワクワクする話だね。でも、この映画の一番の魅力は、映画への愛が描かれていることなんだね。そうだね。ニューシネマパラダイスは、映画そのものを愛する気持ちがすごく強く伝わってくる。映画がもたらす感動や、映画館での思い出が、トトとアルフレードの心の中に深く残り、二人の絆を強くしていくんだ。なるほど。それに映画館の閉鎖が物語に大きな影響を与えるんだよね。映画館が閉鎖されるシーンは本当に切ないんだ。映画が与える影響や、映画館で過ごした時間の大切さを改めて感じさせてくれるんだよ。時代が変わっても、映画の持つ力や魅力は色褪せないってことを教えてくれる。それはすごく深いテーマだね。映画って、単なる娯楽じゃなくて、人の心に深い影響を与える力があるんだね。その通り、この映画は、映画そのものの力を改めて感じさせてくれるし、映画の魔法に魅了された少年が成長していく姿に感動するんだ。特にラストシーンは心に残る名シーンだぜ。やっぱり名作って、ただのエンタメじゃなくて、深いメッセージが込められてるんだね。その通り、ニューシネマパラダイスは、映画の愛と人生の美しさを感じさせてくれる、心に響く映画だよ。第4位、レインマン。
第4位は、レインマンだね。ダスティン・ホフマンとトム・クルーズが出演している映画だよね。あの映画、どうしてそんなに評価されているんだろう？レインマンは、1988年に公開されたドラマ映画で、ダスティン・ホフマンが演じる自閉症の兄、レイモンドと、トム・クルーズが演じる弟チャーリーとの関係が描かれているんだ。兄が持つ驚異的な計算能力と、弟の成長を通じて描かれる感動的な物語だよ。ああ、兄が特別な能力を持っていて、弟がその兄を引き取ることになって、一緒に旅をするんだよね。そうだぜ。最初はチャーリーがレイモンドをただの金づるとしてしか見ていなかったんだ。だって、兄が遺産を相続していたから、チャーリーはそのお金を手に入れようとするんだよ。でも、旅をしながら兄と向き合っていくうちに、だんだんと兄の本当の価値や自分の気持ちに気づいていくんだ。なるほど。最初はお金目当てだったんだね。でも、どんな風に弟が成長していくの？チャーリーは、レイモンドが見せる特別な才能や、彼の純粋な心に触れていくうちに、だんだんと兄を理解し、受け入れていくんだ。そして、最終的には自分の感情や家族の大切さを学ぶんだよ。それって、すごく心温まる話だね。でも、レイモンドの特別な才能ってどんなものだったの？レイモンドは、驚異的な計算能力を持っていて、数千桁の数字を瞬時に計算できるんだ。それだけじゃなくて、彼には人との関わりが苦手で、細かい習慣やルールを守り続けることで成り立っている世界があるんだ。それを通じて、観客も自閉症についての理解を深めることができるんだよ。自閉症についても理解が深まるんだね。レインマンって、ただの感動的な映画じゃなくて、社会的なメッセージも込められているんだね。その通り、レインマンは、家族や理解、愛の力を書きつつ、自閉症についての認識も高めてくれるんだ。この映画を通して、人々は障害を持つ人々への偏見や誤解をなくすためのきっかけをもらえるんだよ。なるほど。そういう深いメッセージがあるからこそ、多くの人に愛されているんだね。そうだな。レインマンは、単なる感動の物語を超えて、兄弟の絆や成長、人としての豊かさを教えてくれる名作だぜ。第3位、ブラック、レイン。第3位は、ブラックレインだね。1989年公開のアメリカ映画で、マイケル・ダグラスとアンディ・ガルシアが出演しているんだよね。その通り、ブラックレインは、リドリー・スコット監督のアクションサスペンス映画で、舞台は日本の大阪。マイケル・ダグラスが演じるニック・コスタは、アメリカの刑事で、アンディ・ガルシアが演じるチャーリーと一緒に、日本で起きた犯罪を追うんだ。日本が舞台って、なんだかすごく新鮮だね。でも、この映画の魅力って、ただのアクション映画じゃないんだよね。その通りだぜ。ブラックレインは、アクションだけでなく、アメリカと日本の文化の違いや、異文化間の衝突も描かれているんだ。ニック・コスタが、日本の警察と一緒に捜査を進める中で、その文化の違いに戸惑ったり、ぶつかったりする場面がリアルに描かれているんだよ。なるほど。日本の警察とのやりとりが重要なポイントなんだね。でも、この映画のストーリーの中で、どんな事件が描かれているの？この映画の主軸は、ヤクザの組織に関わる殺人事件なんだ。ニックとチャーリーは、事件の裏にある複雑な人間関係や、ヤクザとの闇取引を追いながら、日本での捜査を進めていくんだ。事件の背後には、ヤクザが関わっているんだね。アクションだけでなく、ドラマやサスペンスの要素も強いんだね。その通り、この映画では、ただのアクションではなく、キャラクターたちの葛藤や心の変化も描かれているんだ。ニック・コスタは、自分の信念に従いながら、日本の文化に適応していこうとするんだけど、やはり簡単にはいかないんだよ。確かに、異なる文化の中で仕事を進めるのって大変だよね。でも、そんな中でも共感できる部分があるからこそ、映画に引き込まれるんだろうね。その通り。でも、実はこの映画には、もう一つ深いエピソードがあるんだ。どんなエピソード？実は、この映画の撮影中、松田優作がすでに癌に侵されていたんだ。でも、病を押して撮影に臨んでいた。
その事実を知っていたのは、安岡力也だけだったんだよ。そんな背景があったんだ。松田優作さん、撮影を最後まで頑張ったんだね。そうなんだ。映画が公開された直後に松田は休止してしまったけど、この映画がきっかけで、チャーリー役を演じたアンディ・ガルシアとは親交が深まったんだ。そして、松田の死を悼んで、ガルシアは彼のことをとても尊敬していたんだよ。それだけ松田優作さんが影響を与えたってことだね。さらにこの映画の評判で、松田には次回作でロバート・デ・ニーロが出演するオファーや、ショーン・コネリー監督の作品に出演する話も来ていたんだ。それだけ彼の演技が評価されていた証拠だよ。その後の彼のキャリアが大きく広がったんだね。それに、このブラックレインが松田優作さんの遺作になったんだよね。そうなんだ。この映画は、彼の最後の作品であり、彼の演技が観客に深く刻まれているんだ。それだけに、映画としても、彼の人生としても大きな意味を持つ作品だよ。第2、将軍家光の乱心、激突。第2位は、将軍家光の乱心激突だね。この映画、徳川家光の乱心を描いた壮絶な戦国時代の物語だよね。どんな話なんだろう？この映画は、二代将軍徳川家光の後継者である竹千代が命を狙われる中で繰り広げられる壮絶な戦いを描いているんだ。竹千代を守るために命を懸ける石川行部とその仲間たち。そして竹千代の警護をめぐる争いが物語の中心なんだよ。竹千代が暗殺されそうになるんだね。でも、その背後には家光の乱心があるんだよね。その通り、家光は精神的に不安定になり、自分に似ていない竹千代を排除しようとするんだ。その命令で、家光の命を狙う安倍重次が暗殺計画を進めるんだよ。竹千代を守るため、行部とその仲間たちは必死に戦うんだね。でも、この映画には壮絶な戦闘シーンも多いんだよね。その通りだぜ。行部たちは、竹千代を守るために何度も命を懸けて戦うんだ。特に、山狩りや宿場町での戦闘シーンでは、圧倒的な人数の敵を相手に奮闘するんだよ。その中で行部が見せる強い決意がかっこいいんだろうね。行部の忠誠心と決意は本当に胸を打つよ。彼は竹千代を守るために、仲間たちを鼓舞し続けるんだ。最後には、江戸城に向かう途中で仲間たちが次々に撃たれていく中、竹千代を江戸城に送り届けるために命を懸けるんだ。そして、家光は竹千代を殺そうとするんだよね。そうだ。家光は竹千代を切ろうとするが、その時、矢島の局が自分を犠牲にして竹千代を守るんだ。矢島は家光に対して積年の恨みをぶつけ、最後の力で家光を刺し、家光は死ぬんだよ。その後、竹千代は次期将軍に選ばれるんだよね。家光の死後、竹千代が次期将軍に決まるんだけど、彼は行部から受け取った胭脂色の紐を手にしながら、命を懸けて守ってくれた仲間たちに思いを馳せるんだ。すごいドラマだね。この映画は、家光の乱心とそれに翻弄される人々の運命が描かれていて、本当に感動的だね。その通りだぜ。将軍家光の乱心激突は、単なる歴史映画にとどまらず、家族や忠誠心、そして人間の葛藤を描いた名作なんだ。第1位、ダイハード。第1位は、ダイハードだね。1988年公開のアクション映画で、まさにアクション映画の金字塔だよね。その通り、ダイハードは、ニューヨーク市警の刑事ジョン・マクレーンが主人公の映画だ。彼が、ロサンゼルスの高層ビルで起きたテロリストの占拠事件に立ち向かう物語なんだ。テロリストに占拠されたビルって、すごく閉鎖的な状況だよね。でも、ジョン・マクレーンはどうやってその状況に立ち向かうの？ジョンは最初、妻ホリーと再会するためにビルのパーティーに参加していたんだけど、テロリストのグルーバーがそのビルを占拠しちゃうんだ。ジョンはその中で一人、武器もない状態でテロリストたちに立ち向かっていくんだよ。なるほど。でも一人で立ち向かうのはかなり難しそうだよね。その通り。でも、ジョンはその場にいる人々を守るため、そして自分の妻を取り戻すために、知恵と勇気を駆使して戦うんだ。彼の戦い方は、ただ力を使うだけではなく、
テロリストの動きを読み、トラップを仕掛けたりもするんだよ。それってすごくスリリングだし、緊迫感があるよね。でも、なぜジョンはそんな状況で孤立してしまうの？それは、テロリストたちがビルの中で人質を取ったからなんだ。警察が動けない状況で、ジョンは唯一、ビル内にいる警官としてテロリストに立ち向かっていくんだ。テロリストのリーダー、グルーバーも強力なキャラクターだよね。グルーバーは冷酷で計算高いけど、ジョンの行動によって次第に追い詰められていくんだ。特に、ジョンが、イピーカイエー、モサーファッカー。これでも食らいやがれ、クソ野郎。というセリフを言った瞬間は、この映画の名セリフとして今でも語り継がれてるんだ。あのセリフが出ることで、ジョンのヒーローとしての自信が感じられるよね。でも、この映画がアクション映画として素晴らしい理由は、戦闘シーンだけじゃないんだよね。その通り、ダイハードは、ジョンとグルーバーの戦いを描くことに加えて、家族や人間ドラマにも焦点を当てているんだ。ジョンが自分の家族を守るために戦う姿が感動的なんだよ。なるほど。この映画はアクションだけでなく、ヒューマンドラマもきっちり描かれているから、ただのアクション映画にとどまらないんだね。その通り、ダイハードはただのアクション映画ではなく、緊迫した状況の中で、ヒーローとしての成長や家族愛を描いた作品でもあるんだ。アクション映画の中で、これほど人間ドラマが深い作品は珍しいんだ。総評またはまとめ。今回紹介した映画たちは、どれもそれぞれに魅力があって、見るたびに新たな発見がある作品ばかりだったね。特に、ダイハードやインディ・ジョーンズのようなアクション映画は、今でも多くの映画に影響を与えているし、時代を超えて愛されている名作だな。でも、アクションだけじゃなくて、魔女の宅急便やニューシネマパラダイスみたいに、心温まる物語や感動的なストーリーもあったよね。その通り、魔女の宅急便は、自己成長を描いた作品で、ジブリらしい温かさが詰まっていたし、ニューシネマパラダイスは映画に対する愛情が感じられる感動的な作品だった。そして、歴史ものやドラマの名作も多かったね。レインマンや将軍家光の乱心激突は、キャラクターの深い人間ドラマが印象的だった。そうだね。どの映画もその時代やジャンルを代表する作品で、今でも色あせることなく、映画の中で大きな影響を与え続けているんだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。